僕のこの私がセナ以外に負けた。ありえん。同じ3年生ならまだしも1年生にこの私が。まあこんな結果になるなんて。副会長ってすごいアイドルだったんですね。思ったより僅差でした。何を言っている。私は学園ナンバー2の天谷燕だぞ。私は畑谷美鈴です。負けませんよ、誰にも。だがお前はサボってばかりでレッスンなんてしていなかったはずだ。いいえ、していました。ゆっくりと私らしく。だからといってでは約束は守ってくださいね。なぜだ、なぜこんなことに。慰めの言葉などいらん。私は今、私が許せんのだ。私が油断していたと言いたいのか。貴様、何を偉そうに講釈を垂れている。残党アイドルの敗北は貴様の責任でもあるだろうが。なんとその含みのある言い方は。まるで負けて欲しかったかのようだな。は？貴様はバカなのか。学園ナンバー2の私が格下に負けたら貴様の評価も落ちるだろう。そもそも担当アイドルを策にはめるプロデューサーがいるものか。見てたまるか。分かっているのならなぜだ。歪んだプライドだと。そんなことは分かっている。違う。そんなはずはない。それは一度負けただけだぞ。最初からまやかしだったのか。私ありもしない幻想にすがりついていただけなのか。そうか、ずっと逃げていたのか。私はセナの背中を追うばかりで、セナにある輝きが私にないと気づいて追うふりをして諦めていた。下ばかりを見て安心していたのだ。己の弱さに甘えていたのだ。天津その事実から目を背けた。何をやっているんだ私は。貴様に対する怒りはどうすればいい。都合のいいことばかり言いよって。貴様は世界最悪のプロデューサーだ。褒めてない。だがまあ貴様の言う通りだ。余計なものを全て捨てて一からやり直そう。私は
獣王セナのライバルになる。今度こそ本当の意味で。ああ、私は必ずあいつを超える。だから貴様は私を支えろ。ねえねえリリア、知ってる？2組の畑谷さんがセレクションで学園ナンバー2の副会長に勝ったんだって。じゃあ学園ナンバー2が入れ替わったってこと？私と同じ1年生なのにすごいな。私も頑張らないと。美鈴なら当然でしょ。私もすぐに追いつくけど。なんかテモリッチ複雑そうな顔だね。どうした？今日はやけに静かだな。思ったよりも気にしてなさそうね。はい。それどころかいつもより優しいような。何をこそこそと話している？なんでもないよ、ツバメちゃん。ええ、ちょっと書類の相談を。まあ大方の予想はつくがな。副会長。みすずちゃん。私、少々サボりに行ってもよろしいでしょうか。さらっととんでもないことを言ってますわ。あまり遅くならないようにな。お気遣いありがとうございます。よろしければ、副会長も一緒にどうですか？そうだな。たまには息抜きをするべきか。では、私のお気に入りの場所にご案内しますね。会長、すまないが少しだけ休息を挟ませてくれ。ええ、構わないけれど。確かに心を落ち着けるにはいい場所だ。風が心地いいな。何やら晴れ晴れとした表情をされていますね。ああ、悔しいがお前とプロデューサーのおかげだ。どういたしまして。お前はすごいアイドルだよ、畑谷。見下してすまなかった。どこから出てきた？エスパーなのか貴様は。仲が良さそうですね。今のやりとりのどこでそう思った？待て、無視して話を進めるな。そんな略し方をしてるんだ貴様は。貴様のせいだ。ええ、もうそれで構わん。そのオーディションのエントリーは予定していなかったはずだが。貴様は本当に強引だな。畑谷に負けた今、あえてセナに挑む。愚かと断ずる者は多いだろうな。本番はプリマステラをかけた HIF だが、
前哨戦にはちょうどいい。セナとの勝負の場を設ける。勝ちに行くぞ、プロデューサー。かっこいいですね、副会長。こんにちは、プロデューサー。聞いたわ。私の出るオーディションにあえてツバメをかぶせたって。なぜそんな真似を？あなたの差し金でしょ。ツバメが私に挑むわけないのだから。私には勝てないから。今は違うというの？その言葉を信じたいけれど、美鈴に負けた上にこの無謀な挑戦でツバメはさらに評価を落とすでしょう。あなたのプロデュースは今のところ目も当てられないわ。あなたには失望したわ。セナと何を話していた？貴様の悪口を言っているように聞こえたが、最後だけだがな。いい君だ。これに懲りたら少しはまともなプロデュースを企てることだな。それもそうか。私はちゃんとかっこいいアイドルに慣れているか。これでセナに勝てると思うか。まだ足りんな。かっこいいか。確かにあいつもその系統だな。だがやるべきことは変わらん。真っ向勝負であいつの強みを食う。見ている者にアマやツバメの方が上だと鮮烈に刻みつける。ああ、確かにセナは初星学園史上最高のプリマステラだが、私もすごいアイドルのようだ。ずっと隣にセナがいたおかげだな。いつの間にか私も成長しているらしい。いいだろう。あいつと私の家は昔から仲が良くてな。幼い頃から付き合いがあった。ただのポンコツだった。その上すぐに泣き出す。今のセナを知っている者は皆信じられないというが事実だ。私が世話を焼かなければあいつは何もできなかった。どんな分野でも私はあいつよりも上だった。それなのにあいつはいつも自信満々でな。当時セナは獣王家の教育でアイドルを目指していた。あいつに謎の自信を持たせているのはアイドルの実力だと知った。だったらその自信を打ち砕いて嘲笑ってやろうと思ったのだ。セナにできることが私にできないはずはないからな。くだらん動機だろ。あいつを打ち負かすためだけに始めたアイドルをずるずると続け、気づけばこんなところまで来てしまった。信じられないのはわかるがな。現実としてここにいるのはただ諦めが悪いだけの女だ。私があいつに？バカな！憧れなんて。
どういうことだ？プロデューサー。なぜだ？なるほどな。承知した。貴様に言われるまでもない。さすがだな。それでこそ私のライバルにふさわしい、超える価値があるというものだ。強がっているだけかもしれんぞ。絶対に負けられない戦いとはこんなに緊張するものだったのか。心持ちが違うだけでこうも世界は変わって見えるのだな。負けたらどうする？厳しいな貴様は。だが期待に応えるのがアイドルの役目だ。行ってくる。やりきったな。おめでとうツバメ。セナ、見たか、私の勝ちだ。ええ、私の負けよ。ようやく殻を破ったよね。それとプロデューサー、間違っていたのは私だったわ。謙遜するなバカ者。セナに勝ったのは私たちの力だ。私は何だと思っている？貴様のことはとっくにプロデューサーとして認めている。いい信頼関係を築けているよね。なあな。昔から思っていたのよ、ツバメ。あなたはもったいないって。私ごときに憧れていたからずっと羽ばたけなかった。私ごときだと？殻を破ったあなたはきっとこれから大空へと羽ばたいていく。生来の才能が覚醒してトップアイドルへの道が開いていく。預言者にでもなったつもりか？予言というほどのものじゃないわ。だってあなたもまたアイドルパワー10万以上の逸材だもの。はあ、私とは比べ物にならないわ。悔しがるどころか、悟ったような顔でふざけたことを言いよってね。ただの事実だもの。私の憧れた中央セナが己を見かけるようなことを言うな。ツバメ、いいか中央セナ、アイドルに満足なんてざれ言はもう一度私に勝ってから言え。確かにその通りね。卒業を機にアイドルを辞める。それを変えるつもりはないけれど、負けたままでは終われないわ。いいだろう、何度だって戦ってやる。待ってなさい、私のライバル。プロデューサー、
なんだ、私一人では到底成し得なかった。だから貴様のおかげだ。ありがとう。当然だろ。私は貴様の担当アイドルだからな。